はい、皆さんおはようございます。今日はね、年末ですよ。12月30日。休みに入ったのでね、今日ちょっと1日だけね、来てます。はい。で、今日はね、何をしていくかと言いますと、ちょっと寒いんですけどもね、木の伐採をしていきたいと思います。前回動画で、近況報告というかね、させていただいたんですが、その際にね、枯れた木、あとつるが巻いても上がね、折れてしまっている木とかね、何本かありますね。こういったちょっと倒木の木とかね、あります。そこにも枯れた木あります。これをね、ちょっと伐採しようかなということで、早速ね、今日やっていきたいと思います。冬の間にしかね、ちょっと伐採できないことはないんだけど、ここら辺全部ジャングルになってしまってね、夏場とかはちょっとやりにくいので、今ねもう葉っぱが出てない状態で、伐採をしていきたいと思います。で、木はね引き上げます。ちょっと下の方にね、なかなかちょっと見えないかな、倒木が結構あります。で、そっちはねもう元から倒木で倒れてますんで、それはね引き上げないんですが、これから切る木に関してはちょっと下に落とさないでね引き上げていこうかなと思います。前回ねここら辺、ちょっと下刈りをして、すっきりさせた部分ね、はい、こんな感じになってます。今ね、笹の方もね枯れてきて、だいぶ静まりました。はい。で、今日はねちょっと片っ端から、木を倒して引き上げていきたいと思います。これもかな、これは一回ちょっとユンボでね折ったんだけど、ちょっとねチェーンソーを使って、引き上げます。で、どうやって引き上げるかというと、道具をねちょっと今日借りてきました。で、ユンボでもいいんですが、ユンボねこれ以上ちょっとね入ると危ないんですよ、のり面なので。なのでユンボにワイヤーかけて引っ張ってもいいんですが、もっとそれ以上にね、簡単に、できるものをねお借りしてきました。そちらをちょっとお見せしたいと思います。はい。で、こちらになるんですけども、まずね、これ、エンジン式のウインチ。はい、これですね。エンジン式のウインチ。これ、引っ張りだこってやつですね。ポータブルウインチですね。で、これね、今、売ってないんですよ。で、これを木の流木、立ち木にね、かけて、ウインチを引っ張れるという、後でお見せしますけどね、それで引き上げたりとか、あとバット方向をね、こう変えるときに、少しの力であればかけれますんで、そういったものに使うものになります。これが引っ張りだこ、よくタコって言われるやつですね。タコを使って引き上げます。で、もう一つ、はい、これもね、お借りしてきました。これはね、チルホール。ひとまずね、800キロというふうになってます。800キロ、これで十分ですんで、これを引き上げていきます。で、800キロで、ワイヤーとね、あと、これ、ハンドルあります。これね、今日使うのあるかな。ちょっとね、倒したいバット方向を、コントロールする際にね、特殊伐採とかそういった時にね、使います。で、一応借りてきました。使う可能性があるかなということで。はい。ということで、この2つ。あと、私のね、最近のちょっと、伐採のね、する時の、装備、ちょっとこちらね、ご紹介していきます。はい。まずこれ。わかる人はわかると思います。はい。これ、ファナーのヘルメットね。林業用ヘルメット。イヤーマフとね、全部ついております。軽量ヘルメットです。私のバイクのヘルメットよりも高いです。で、今使ってるのは、あとこれね、モンベルのね、チェーンソーパンツ。はい、モンベル。チェーンソーパンツ、これはね、必ず履かないと危険ですんで、こういったものは必ず準備が必要です。で、個人でする場合はね、一応義務付けられてはないんですが、職業柄ね、林業とかで、造園さんとかで、ね、される方は必ず着用というふうになってます。今はね、法令がそういうふうになってます。あとこれはちょっと腰道具なんですが、あとはこれ、ブーツ。これ今私が使ってるやつで、これはね、ファナーですね。ファナーのゴアテックス。はい。これが多分一番高いかな。うん。これがね、ファナーのゴアテックス。これチェーンソー防護ブーツです。専用ブーツという風になってます。はい。これをね、使ってやります。はい。あと、グローブ。グローブはね、ハスクバーナー。これを使ってます。ハスクバーナーのね、防護グローブ。これ最新式のやつかな。クラス1のね、左手の甲にだけね、防護繊維が入ってます。はい。これ必ず必要です。あとはね、腰道具ですね。こう、くさび入れたり、普通はね、ここに燃料とか、こう、ボトルでね、燃料とかね、あと、チェーンソーオイル、とかを入れたりします。ここにね、あと飲み物入れたりとか、そういう、あと、ハンマーね、これハンマー必要ですんで、ハンマーホルダーに引っ掛けたりしてね、こうやって持ち運びます。
で、装備が重くなるのでね、私はこのサスペンダーをね、田島のサスペンダーを使ってね、やってますけども、まあこういったものがあればね、ひとまずは大丈夫かなと思います。はい、あとはね、これ、新しく準備したのが、ハスクバーナーのチェーンソーですね。はい。550XPG M2 ということで、これはね、プロ用です。はい、プロ用のね、ハスクバーナーの、エンジン式チェーンソー。これはね、もう、まあ皆さんね、林業されてる方はもう当たり前のチェーンソーですね。550XP ということで、G はね、ヒートハンドルということで、寒い時にね、ここが暖かくなります。っていう装備がついてます。なので、これを使っていきたいと思います。これがないとね、いつも私が使っている 135M2 はね、こういった大きい木はね、ちょっと切れないことはないですが、ちょっときついです。パワーもないし、見比べるとわかるんだけど、この前試しにね、前回枯れた木をね、伐採したここ。これね、ちょっと玉切りしました。結構大きいですよね。で、玉切りしたのがね、これだ。あるんですけども、135M2 でやったんですが、3分の1ぐらいの時間で 550XP はね、これを玉切りできます。まあ、排気量がね、50cc ということで、こちらもプロ用になります。で、いつものね、135M2、あれがね、30cc ぐらいだったかな。排気量が全然違うんですよ。まあ、あとはね、もう性能が全くもう別物ですんで、プロ用の、550XP M2 ということで、これを使っていきたいと思います。はい。じゃあ今日はね、チェーンソーと、あとタコ、引っ張りだこね、使って、木の伐採をしていきます。ユンボはね、最後引き上げるときに一応念のために、危険がないようにね、準備しておきました。で、最初に引き上げるのはね、これかな。ここがね、ちょっとつるが巻いてるんですよ。なので、このつるをね、全部取れないんですね。こっからでは届かないので、で、つるが巻きすぎてて、ちょっと難しいです。なので、これはね、どうしようかな。まあちょっとね、下に落ちていかないように、タコをつないで、ワイヤーをつないでね、準備していきたいと思います。じゃあちょっと早速ね、滑車とかね、いろいろ準備しないといけないので、これをね、ちょっと伐採していきたいと思います。はい、じゃあ今ね、設置の方が完了しました。この引っ張りだこはね、ウインチの方はここの木にね、かけてます。アンカーをね、ベルトで取って、こんな感じでかけます。で、ここからはもう動きませんので、で、ここからね、ワイヤーをはわして、はい、ここの木にね、アンカーを取ってます。滑車ですね。はい、この木、滑車を取って、下の木に行ってます。ちょっと低すぎたかな。ワイヤーがちょっと地面ギリギリ、まあいいか。はい。でね、今根元にかけてます。で、これはね、何のためにかけるかっていうと、木を切った時に上がつるでね、巻かれて繋がってるので、下をね、引き出せるように一応下にかけてます。で、上につるがなければね、もう上に直接、引っ張りだこをかけるか、またはチルホールをかけて引っ張ればこっちに来るんですけども、これはちょっとね、つるがすごいので、ちょっと一回下を切ってみて、絶対上がね、外れませんので、あとは引っ張り出すしかないかなということで、下の方に流れていかないように引っ張りだこを使ってます。で、こんな感じでね、滑車を使って、方向をね、変えてあげます。ワイヤーの方向ね。なんでかというと、
ここにね、引っ張りだこをつけてもいいんですが、そうするとね、基本はバット方向に、ウインチとか、あとロープで引っ張る場合に人がいちゃダメなんですね、必ず。方向を転換して、やってあげないと、木が倒れて、ドーンってここに来ますんで、ワイヤー引っ張ってる方向に来ますんで、必ず滑車で方向を変えます。こういう風にね。なので、今はね、こんな感じで、倒れてはきませんけれども、一応ね、これを切って、引っ張り出そうと思います。はい。じゃあね、これ今準備できましたんで、まずこれじゃ倒れませんので、一旦ちょっとね、下の根元の方ね、ちょっと伐採していきます。はい、じゃあ今ね、チェーンソーで受けとね、おいをね、入れましたんで、ちょっと、引っ張りだこを使って、ウインチでね、引っ張っていきます。で、上がね、繋がってますんで、ちょっとこういうつる絡みの木はね、気をつけないと危ないんですが、離れたところからね、ウインチを使って引っ張っていきます。はい、今ね、木を切ったんですけども、ちょっとね、ウインチをかけるワイヤーがね、もうちょっと上だったらね、行ったかもしれないですね。ちょっと根元にかけたのであれなんですが、で、もうね、
切りました。木はね、本当はねこのやり方はあまり元を切るのはね危険なので、本当はダメなんですが切っちゃいました。で今ねこの木はフリーなんですけれども、隣の木とのね、つるが巻いてるせいで、来ませんので、ちょっとね方法を考えたいと思います。
はい、じゃあね、今1本目ね、倒しました。ロープを使ってね、ちょっとワイヤーをかけまして、で、ユンボがあるんでね、ユンボでもうやっちゃいました。で、山の中とかでユンボないときはね、チルホール使ったりしてね、引き上げたりするときもあると思うんですけども、今回はね、ユンボがありますんで、それでね、もう引き上げました。で、こういうツル関係もね、一回もう全部切って、木と切り離してね、引き上げました。あとこれはね、ユンボで、移動できますんで、で、次がね、この下ですね。結構大きな木なんですけれども、これはね、結構大きいですね。まず一回根元でバズッと切って、これ高さがね、おそらく12、3メートルありますんで、ちょっとね、難しいです。まあ一回根元で切ってね、ちょっと引き上げるような段取り、まあ玉切りして引き上げでしょうかね、おそらくね。で、横にもね、この絡みついた、この木がありますんで、これもね、切って引き上げれば、ここら辺はね、結構すっきりすると思いますので、ちょっとやっていこうと思います。今日はね、ちょっとそこまでかな。あとこっちの枯れた木はね、また次回以降でちょっとね、やっていこうかなと思います。一旦ちょっとね、今もう昼過ぎちゃいましたんで、昼休み入って、午後でね、こっちの分引き上げしていきたいと思います。はい、じゃあね、午後の部始めていきます。午後はね、2本かな、3本。ちょっと奥からもね、出てるんだけど、3本かな。3本がね、これ一つにまとわりついてね、つるで絡んでますので、そこのね、根元を一回全部切って、あと引き上げの方ね、していきたいと思います。はい、じゃあね、この木はね、もうこっちに傾いてるので、自然にね、こっちに倒れてくれるはずなので、もう根元でね、一回ちょっと伐採します。で、もう斜面にね、もうペタッと寝かせて、そこからウインチとね、ユンボを使って引き上げの方していきたいと思います。うん。
一箇所だけつるが残ってていけるかな。ちょっとねその木だけ、途中でね割れてしまいました。広葉樹はねちょっとこれがあるから怖いんですけど縦に裂けるんですよね。ちょっと根元を切り落としたいんですけど、この木がね落ちてきて危ないので、ちょっと一回ユンボでね上で、引き上げる準備をしたいと思います。よいしょ。
はい、今ね、真ん中でね、真っ二つに切って引き上げました。上半分だけね。はい、こんな感じで。これはもうユンボだけでね、ギリギリ引き上げました。いやー、強いね、ユンボね。はい。そしたらね、ちょっとさっき、チェーンソーの刃をね、石に当ててしまったので、全然切れなくなったので、一回ね、刃を研いで、そこからもう一回、ここら辺片付けて、2段階目でね、こちら引き上げしていきたいと思います。はい。でね、まだチェーンソーね、初心者なんですけれども、目立てがね、最初うまくいかなくて、今はね、こういうの使ってます。ハスクバーナーのね、目立てのガイド。これですね。これを使うとね、正確に切れます。で、正確に切れるので、切れ味がね、抜群に復活します。今全然切れないんですが、木くずがね、全然出ないです。細かい図しかね。なので、これで一回ね、試しにやってみます。そうするとね、全然違いますんで。はい、じゃあ今ね、チェーンソーの刃の目立ての方終わりましたんで、このね、今引き上げたやつ、これ全部一回つるとかを切ってね、整理していきたいと思います。はい、じゃあ今ね、ユンボを使って、ここにね、ひとまず、重ねました。後でね、ちょっと仕分けの方していきます。で、残りのね、半分、まだ下にありますんで、これをね、引き上げたいと思います。はい、大きい木がね、1本、あと、小さい木が2本ぐらいかな。あと、枝とかつるね、たくさんありますんで、これをね、さっきのウインチね、引っ張りだこを使って、引き上げていきます。はい、じゃあね、ワイヤーかけましたんで、一回ね、一番左側のね、引き上げていきます。はい、今ね、ちょっとね、ウインチのワイヤーかけたんですけども、ちょっと地面にね、吸ってしまいます。で、ここら辺にね、アンカー取れる木がないので、ちょっとこれだとね、まずいので、ユンボかな、ユンボを使って、ワイヤーをかけて、引っ張れるかな。ちょっとね、それでやってみます。はい、今ね、じゃあこれがね、ウインチ、引っ張りだこのワイヤーね。で、そっちにね、
ユンボのアームにね、つなぎました。ちょっと二刀流でね、引き上げます。結構重いのでね、一番左のこれね、これをね、ちょっと引き上げていきたいと思います。はい、今ね、引き上がりました。ちょっとね、ウインチの力だけだとやっぱり弱いのでね、最終的にはね、ユンボ、これでね、補助的に抑えてユンボの力で引っ張るといった感じでやってみました。全部ね、引き上がりました。まだあります。あと2回ぐらいかな、に分けましょう。ちょっとこれをね、1回片付けます。はい、ユンボだけでね、上がりました。かなりね、バキバキいってましたね。ちょっと下は見れなかったんですが、結構ね、全部引き上げました。あとこの長いのね、これ1本ぐらいかな。あとちょっと細々したのはあるけど、あまりね、枝とかは引き上げないですが、大きいやつはね、もう1回目引き上げます。1回これはね、片付けます。はい、じゃあね、次がラストですね。下にあるね、枝を全部くくりつけて、ワイヤーにかけて、これはね、ちょっとかなり距離があるので、巻き代がある、引っ張りだこ、ウインチを使います。で、ここにね、滑車をかけました。なのでね、これでいけると思います。あ、ちょっとぶつかってんな。ちょっとね、角度変えます。で、引っ張りだこでね、引っ張っていきます。はい、ようやくね、今作業の方が終了しました。はい、いかがでしょうか。結構ね、綺麗に拾えたと思います。まだ若干細々したのはありますけどね。あとちょっとそこら辺の枝とかはね、後で綺麗に切っておきたいと思います。結構ね、開きました。1、2、3、4。ちょっと大きめの木をね、4本ぐらいかな。切って、つるごとね、もう引き上げて、上で解体するということでやってみました。まだね、次回以降もここら辺の、枯れてる木ありますんで、そこら辺もね、引き上げていきたいと思います。一応ね、つるが巻いてる最大のね、欄干の木はね、一応引き上げてきましたんで、そこら辺はね、まあすぐできるかなと思います。はい。でね、今引き上げた、木はね、ここで解体して、で、ここにね、もう木の山になってます。
はい、あとこういった丸太とかもねあります。これはね結構立派な広葉樹なので、後で薪にしたりとかねいろいろ使えると思いますんで、一応ねこのまま取っておきます。このね枝と木の山、これはねちょっと後々考えます。はい、ということで、今日はね、チェーンソーとあとウインチとね、あとユンボを使って、つるだらけの木をね、引き上げたということで、結構ね見晴らしが変わりましたね。今もう暗くなってきたからねなかなかわからないんですが、結構開きました。はい、じゃあまたね次回以降も、順々にねちょっと伐採の方していきます。時間があればね動画にしていきたいと思いますので、よろしければねご覧いただければと思います。はい、じゃあありがとうございました。